り解説。ハリウッドのキングクラーク・ゲーブル不滅の傑作ベスト10。ねえマリサ、映画の歴史を語る上で、絶対に外せないキングって呼ばれた俳優さんがいたって聞いたんだけど、一体どんな人だったのかしら？おう、レイム。そいつはもちろん、クラーク・ゲーブルのことだな。ハリウッド黄金期にキング・オブ・ハリウッドの称号を欲しいままにした。まさに伝説中の伝説さ。自信に満ちた不敵な笑みと、トレードマークの口ひげ。スクリーンに映るだけで場の空気を完全に支配しちまう。圧倒的な存在感を放っていたんだぜ。キング・オブ・ハリウッドは、なんだかスケールがものすごいわね。一体どんな映画に出演して、世界中の映画ファンを夢中にさせてきたの？いい質問だぜ。今回は、そんなクラーク・ゲーブルの30年以上にわたる輝かしいキャリアの中から、これぞという傑作を厳選して、ベスト10形式でたっぷり紹介していくぜ。彼の伝説の始まりから、その円熟期まで、この動画を見れば、キングの偉大さがわかること間違いなしだぜ。第10位。深く静かに先行せよ。1958年。いよいよランキングの始まりね。記念すべき第10位は、渋くてかっこいい戦争映画みたいだけど、どんな物語なのかしら？おう、第10位は1958年公開の深く静かに先行せよだぜ。最大の見どころは、キング・クラーク・ゲーブルと、もう一人の大スター、バート・ランカスターの豪華ダブル主演だな。この二人が、息も詰まるような潜水艦の中で激しく火花を散らすんだぜ。2大スターが同じ潜水艦に、それだけでものすごい緊張感が伝わってきそうだわ。ゲーブルはどんな役を演じているの？ゲーブルが演じるのは、リチャードソンっていう執念の艦長だ。彼はかつて日本の駆逐艦秋風に自分の艦を沈められた過去があってな。その私的な復讐を果たすことだけに、まさに命を懸けているんだ。だから、表向きは別の任務を装いながら、部下たちを危険な豊後水道へと導いていく。その危機迫る演技は圧巻だぜ。私的な復讐のために、なんだかすごく複雑で、危うい魅力を持ったキャラクターなのね。そんな艦長に、部下たちはついていくのかしら？そこがこの映画のドラマの核心なんだな。バート・ランカスター演じる副長ブレッドソーは、もちろん最初はもう反発するんだ。だが、リチャードソンの狂気とも言える覚悟と、卓越した指揮能力を目の当たりにするうちに、次第に彼を理解していくんだぜ。男同士の意地と信頼がぶつかり合うドラマがたまらなく熱い。原作が海軍大佐の実体験に基づいているから、潜水艦内の緊迫感も半端じゃないのさ。なるほど。戦闘シーンだけじゃなく、極限状態での人間ドラマがしっかり描かれているのね。すごく気になるわ。そうなんだ。円熟期に入ったゲーブルが見せる、キングの貫禄と復讐に囚われた男の哀愁が同居した演技は必見だぜ。人間の業を背負った男の生き様を、ぜひその目に焼き付けてほしいんだぜ。第9位。後人。1932年。次は第9位ね。さっきは部下を率いる渋い艦長だったけど、今度はどんなクラーク・ゲーブルが見られるのかしら？ワクワクするわ。おう、任せとけ。第9位は1932年公開の後人だぜ。これは、まだキャリアの初期ながら、ゲーブルの野生的な魅力がスクリーンから溢れ出さんばかりの傑作なんだ。後のキングの原型がここにある、と言っても過言じゃないぜ。野生的な魅力、なんだかワイルドな響きね。共演した女優さんもすごい人だったりするの？その通りだぜ。本作でゲーブルと渡り合うのが、プラチナブロンドの愛称で絶大な人気を誇った大女優、ジーン・ハーローだ。この二人は本作で最高の化学反応を見せて、その後も6作品で共演するハリウッド黄金期のドル箱コンビになったんだ。まさに伝説の始まりだな。伝説のコンビの誕生。それは見逃せないわね。物語はどんな感じなの？舞台は文明から隔絶されたインドシナのゴム農園でな。ゲーブルはそこの武骨な主任デニスを演じているんだ。彼の前に、ハーロー演じる流れ者で生命力あふれる女番犬と、部下の若く美しい妻で上品なバーバラっていう、正反対の二人の女性が現れるんだぜ。この三角関係が、熱帯の蒸し暑さの中で燃え上がるんだ。
わあ、正反対のタイプの二人に迫られるなんて、なんだかドキドキしちゃう展開ね。だろ？最初は上品な人妻に惹かれるんだが、結局は自分と同じ世界の住人である、タフで野生的な番犬を選ぶっていう結末が、いかにもゲーブルらしくて痺れるんだぜ。この映画はとにかく大ヒットして、後にゲーブル自身の主演で、舞台をアフリカに移したモガンボとして、リメイクされたほどなんだ。リメイクされるほどの人気作だったのね。荒々しいけど頼りになる男性っていうイメージは、この頃から確立されてたんだ。ああ、後の洗練されたキングとは一味違う、ギラギラとした野生の魅力が詰まった一本だ。彼のファンなら絶対に見逃せない、キャリアの重要作なんだぜ。第8位、たくましき男、1955年。第8位は、タイトルからして男らしさが伝わってくるわね。たくましき男、一体どんな映画なのかしら？そのタイトルに偽りなしだぜ。第8位は1955年公開の本格西部劇、たくましき男だ。この作品では、円熟期に達したゲーブルが、経験豊富で頼りがいのあるカウボーイのリーダーをまさに体現していてな。その姿は、キングの貫禄に満ち溢れているんだぜ。わあ、カウボーイのリーダー。まさに西部劇のヒーローって感じね。監督さんや共演者もすごかったりするの？もちろんだぜ。監督は、男臭いアクション活劇を撮らせたら右に出る者はいない名将、ラオール・ウォルシュだ。そして、ゲーブルと渡り合うヒロインを演じるのが、グラマラスな魅力で一世を風靡した大女優、ジェーン・ラッセル。この勝ち気なヒロインが、ゲーブルに一歩も引けを取らない存在感で物語を盛り上げるんだ。アクションの名将に、大物女優、キャストもスタッフも豪華なのね。映画の見どころはどんなところ？なんといっても、その圧倒的なスケール感だな。この映画はシネマスコープで撮影されていて、モンタナの雄大な自然がワイドスクリーンいっぱいに広がるんだ。特に、何千頭もの牛の群れが砂塵を巻き上げながら大地を進む、キャトルドライブのシーンは、まさに圧巻の一言だぜ。ゲーブル演じるリーダーが、インディアンの襲撃や激しい吹雪といった困難に立ち向かっていく姿は、本当にたくましいんだ。うわぁ、それは映画館の大スクリーンで見たら、ものすごい迫力でしょうね。頼れるリーダーのゲーブル、かっこいいだろうな。ああ、キャリアを重ねたゲーブルだからこそ出せる、深みと説得力があるんだ。荒々しいだけじゃない、真のリーダーシップとは何かを見せつけてくれる。まさに後期の代表作と呼ぶにふさわしい傑作西部劇なんだぜ。第7位、地球をかける男、1938年。第7位は、地球をかける男ね。なんだかすごくスケールの大きなタイトルだけど、今度はどんな役柄なのかしら？その名の通り、世界中を飛び回るエネルギッシュな冒険活劇だぜ。第7位の本作でゲーブルが演じるのは、特ダネのためならどんな危険も、時にはずるい手さえも厭わない、自信満々のニュースカメラマンなんだ。行動力あふれる彼の魅力が炸裂する一本だな。ニュースカメラマン、なんだかすごくアクティブな役なのね。恋のお話とかもあったりするの？もちろんだぜ。本作のヒロインは、ハリウッドの女王と呼ばれた大女優、マーナ・ローイだ。ゲーブルとは何度も共演している名コンビでな。二人の軽快でロマンチックなやりとりは、見ていて本当に心地いいんだ。まさにあうんの呼吸ってやつだな。名コンビの共演はやっぱり魅力的ね。物語は世界中を飛び回るって言ってたけど、具体的にはどんな場所に行くの？まず中国の上海でライバルカメラマンを出し抜く特ダネを取ったかと思えば、今度は南米のジャングルで、ヒロインの行方不明の兄を捜索する大冒険に挑むんだ。ライバル役のウォルター・ピジョンも加わって、恋と仕事の三角関係が、コメディやアクションを交えてテンポよく展開していくんだぜ。上海から南米のジャングルまで、本当に地球を駆け回っているのね。ハラハラドキドキしそうで、すごく面白そう。ああ、観客を飽きさせない最高のエンターテイメントに仕上がっているぜ。自信家で行動力があって、ちょっぴり無鉄砲。そんなゲーブルの快活なヒーロー像が確立された。キャリアの中でも特に輝いている冒険活劇なんだ。理屈抜きで楽しめること間違いなしだぜ。第6位、サンフランシスコ、
1936年。第6位は、サンフランシスコ。なんだかロマンチックな響きね。どんな映画なの？ロマンチックだけじゃないんだな、これが。第6位の本作は、ゲーブルの無頼な顔役っていうイメージを決定づけた。メロドラマでありながら、映画史に残る圧巻のスペクタクルシーンが楽しめる超大作なんだぜ。無頼な顔役。いかにもゲーブルにぴったりの役ね。でも、スペクタクルってどういうこと？物語のクライマックスで、1906年に実際に起きたサンフランシスコ大地震が描かれているんだ。当時の特撮技術の粋を集めて作られたシーンでな。地面が割れて、ビルが次々と崩壊していく様は、今見ても息を飲むほどの迫力があるんだぜ。恋愛映画だと思ってたら、パニック映画でもあるの。すごい組み合わせね。共演者も豪華なのかしら？ああ、ヒロインは MGM を代表するソプラノ歌手、ジャネット・マクドナルド。彼女が歌う主題歌、サンフランシスコは、後にサンフランシスコ市の公式アンセム、賛歌の一つに選ばれたほどの名曲だ。そして何より、ゲーブルの幼馴染の神父役で、実生活でも大親友だった名優、スペンサー・トレイシーが出演している。この二人の共演は本当に胸が熱くなるぜ。親友同士が映画の中でも親友役を。それはファンにはたまらないわね。その通りだ。無頼だけど新婚は優しい男を演じるゲーブルと、彼の両親として寄り添うトレイシー。この二人の関係が、ただの恋愛ドラマで終わらない深みを与えているんだ。恋愛、人間ドラマ、そして大災害のスペクタクル。まさにエンタメの王道を行く傑作なんだぜ。第5位、モガンボ、1953年。いよいよ第5位ね。タイトルは、モガンボ。アフリカが舞台みたいだけど。あれ？このあらすじ、なんだか前に聞いたことがあるような気がするわ。さすがレイム、鋭いな。その通り、この、モガンボは、さっき紹介した第9位、後人を、ゲーブル自身の主演でリメイクした作品なんだぜ。舞台をインドシナから広大なアフリカのジャングルに移して、物語がより豪華に、よりスケールアップしているんだ。やっぱりそうだったのね。同じ役を20年以上経ってからまた演じるなんて、すごいことだわ。ああ、しかも監督はあの西部劇の巨匠、ジョン・フォードだ。全編アフリカロケで撮影されたテクニカラーの映像は、息を飲むほど美しい。雄大な自然や野生動物の迫力が、ドラマをさらに盛り上げているんだぜ。ジョン・フォード監督にアフリカロケ。なんて贅沢なのかしら。ヒロインの女優さんたちも、ものすごく豪華だったりするんじゃない？その通り、ここが最大のポイントだ。ゲーブルを奪い合う二人のヒロインが、まさにハリウッドの伝説なんだぜ。一人は情熱的な美女、エヴァ・ガードナー。そしてもう一人が、後にモナコ公主となる、気品に満ちたグレイス・ケリーだ。この二大女優がゲーブルをめぐって火花を散らすんだ。エヴァ・ガードナーにグレイス・ケリーですって。うわぁ、まさに美の共演ね。そんな美女二人を相手にするゲーブルも、さすがだわ。まさにキングの面目役女だな。21年前の若々しい魅力とはまた違う。酸いも甘いも噛み分けた大人の男として、同じ役柄により深みを与えているんだ。ちなみに、この二人の女優の演技も凄まじくてな。エヴァ・ガードナーはアカデミー主演女優賞、グレイス・ケリーは助演女優賞にそれぞれノミネートされたんだぜ。そんな二人に挟まれてもかすまない存在感は、まさに圧巻の一言なんだ。第4位、戦艦バウンティ号の花、1935年。いよいよ上位に来たわね。第4位はどんなすごい映画なの？おう、第4位は、映画史に燦然と輝く海洋冒険活劇の金字塔。戦艦バウンティ号の反乱だぜ。18世紀に実際に起きた事件が元になっていて、なんとアカデミー作品賞まで受賞した超大作なんだ。アカデミー作品賞、すごいわね。ゲーブルはどんな役を演じているの？ゲーブルが演じるのは、部下思いで正義感あふれる一等航海士、フレッチャー・クリスチャンだ。冷酷非道な艦長の圧政から乗組員を救うため、ついに反乱のリーダーとなる、情熱的でカリスマ性に溢れた男なんだぜ。正義のための反落、すごくかっこいいじゃない。じゃあ、その非道な艦長を演じた俳優さんも、ものすごく強烈だったりするのかしら？
最高の質問だぜ、レイム。そこがこの映画最大の見どころなんだ。サディスティックで肉々しいブライ艦長を演じたのは、イギリスが誇る大名優チャールズ・ロートン。この二人のスクリーン上での演技合戦が、まさに火花が散るようで、息を飲むほど壮絶なんだ。ゲーブルの熱い正義と、ロートンの冷酷な狂気が真っ向からぶつかり合うんだぜ。うわぁ、まさに名優同士のガチンコ対決ね。それは見応えがありそう。その凄まじさは、アカデミー賞の歴史が証明しているぜ。なんとこの映画では、主演のゲーブル、艦長役のロートン、そしてもう一人の主要キャストであるフランチョット・トーンの3人全員が、揃ってアカデミー主演男優賞にノミネートされたんだ。同じ映画から3人も。ああ、だが皮肉なことに、この3人で票が割れてしまってな。結局受賞したのは別映画の俳優だったんだ。この異例の事態が、アカデミー賞に助演男優賞、助演女優賞が新設される大きなきっかけになったと言われている。まさに、映画の歴史を動かした一本なのさ。第3位、荒馬と女、1961年。いよいよトップ3ね。第3位は、荒馬と女。なんだか、これまでの作品とは少し雰囲気が違う気がするわ。ああ、その通りだぜ。この作品は、ゲーブルのキャリアを語る上で、そして映画史を語る上で、絶対に避けては通れない特別な一本なんだ。なぜなら、この荒馬と女こそが、クラーク・ゲーブルの正真正銘の遺作となってしまった作品だからな。遺作、そうだったの。じゃあ、これがゲーブルの最後の勇姿なのね。そうなんだ。しかも皮肉なことに、共演したマリリン・モンローにとっても、完成した最後の作品となってしまった。二大スターが最後に残した輝きが刻まれた、まさに伝説の映画なんだぜ。ゲーブルにマリリン・モンロー、二人の伝説が交差した作品なのね。ゲーブルはどんな役を演じたの？彼が演じたのは、もはや時代遅れになりつつあるローカウボーイのゲイだ。これまでの自信に満ちたキングの姿とは違い、老いや孤独を抱えながらも、カウボーイとしての誇りを失わずに生きようとする、哀愁に満ちた男を見事に演じているんだ。なんだか切ない役柄なのね。最後の作品でそんな人間味あふれる役を演じていたなんて。監督は巨匠ジョン・ヒューストン。脚本はマリリン・モンローの当時の夫で劇作家のアーサー・ミラーという、まさに伝説的な夫人だったんだ。ゲーブルはその期待に応えるように、クライマックスで荒馬と格闘する過酷なシーンを、当時59歳ながらスタントなしで演じ切ったんだ。そして、その撮影終了から2週間も経たないうちに、彼は心臓発作で帰らぬ人となった。まさに、命を燃やし尽くすような最後の名演だったんだぜ。自分の命と引き換えに、役者魂という言葉だけでは片付けられない、ものすごい覚悟を感じるわ。ああ、キングと呼ばれた男が、その人生の最後にたどり着いた境地がここにある。彼のファンなら、涙なしには見られないだろう。映画史に刻まれた、あまりにも切なく、そして美しい別れの挨拶なんだぜ。第2位、ある夜の出来事、1934年。いよいよ第2位ね。ある夜の出来事、なんだかとても有名な作品だって聞いたことがあるわ。有名なんてレベルじゃないぜ。第2位のこの作品は、もはや伝説だ。なぜなら、映画界で最も権威のあるアカデミー賞で、史上初めて、作品賞監督賞主演男優賞主演女優賞脚色賞の、いわゆる主要5部門を独占したという、とんでもない金字塔を打ち立てた映画なんだぜ。主要5部門を独占。そんなことってあるの？すごすぎるわ。ああ、次に同じ快挙が達成されるのは、なんと41年後のことだ。まさに奇跡的な大記録だな。そしてこの作品で、クラーク・ゲーブルはキャリア初にして唯一となる、アカデミー主演男優賞の栄冠に輝いたんだ。この受賞が、彼を単なる人気スターから、誰もが認めるキングへと押し上げたんだぜ。ゲーブルの俳優人生にとって、最大のターニングポイントになった作品なのね。一体どんな物語なの？物語は、家出した大富豪のわがまま娘と、スクープを狙う失業中の新聞記者が、ひょんなことから一緒に旅をする羽目になるロードムービーだ。最初は喧嘩ばかりの二人だけど、
旅を続けるうちにお互いの魅力に気づいていく。この絶妙なユーモアとロマンスのバランスが最高なんだぜ。うわぁ、王道だけど絶対に面白いやつね。映画史に残るような名シーンとかもあったりするの？もちろんだ。宿の同じ部屋に泊まることになった二人が、お互いのプライバシーを守るために、ロープに毛布を一枚吊るして仕切りを作るんだ。これを、ジェリコの壁って呼ぶんだが、この壁が二人の心の距離を象徴する、映画史に残る最高におしゃれな演出なんだぜ。この映画によって、後のロマンティックコメディの定石がいくつも作られたと言っても過言じゃない。実はゲーブル、当初はこの役が嫌でな。MGM のお仕置きで弱小スタジオに貸し出された仕事だったんだが、結果的に彼に最大の栄誉をもたらしたんだから、運命ってのは面白いもんだよな。そんな裏話まで、まさに伝説ずくめの作品なのね。ああ、すべてのロマンティックコメディの原点がここにある。映画の魔法がたっぷり詰まった、永遠に色褪せない大傑作なんだぜ。第1位、風と共に去りぬ、1939年。ついに来たわね。第1位。クラーク・ゲーブルのキャリアの頂点に輝く作品は、やっぱりあの伝説の、ああ、もうこれしかないだろう。堂々の第1位は、映画という文化が生んだ最高の到達点。風と共に去りぬだ。インフレ率を調整した歴代興行収入では、今なおぶっちぎりの世界第1位。アカデミー賞では作品賞をはじめ10部門を制覇した。まさにキングオブムービーだぜ。やっぱり、映画をあまり知らない私でも、このタイトルは知っているわ。まさに別格中の別格なのね。その通りだ。南北戦争という激動の時代を背景に、スカーレット・オハラという一人の女性の壮絶な人生を描いた、約4時間に及ぶ一大女子誌だ。そして、この不朽の名作でゲーブルが演じたレッド・バトラーこそ、彼の俳優人生における最高の当たり役であり、映画史が生んだ最も魅力的なヒーローの一人なんだぜ。レッド・バトラー、スカーレットの情熱的な恋人よね。ゲーブルのどんなところが、そんなに魅力的だったの？彼はただの二枚目じゃない。皮肉屋で、何を考えているかわからないミステリアスな雰囲気を漂わせながら、いざという時には誰よりも頼りになる。そして、奔放なスカーレットを誰よりも深く理解し、愛し続けるんだ。その複雑な大人の男の色気が、世界中の女性の心をわしづかみにしたんだぜ。聞いているだけでうっとりしちゃうわ。スカーレット役の女優さんも、すごく有名な人よね。ああ、だが当時は全くの無名だったんだ。このスカーレット役をめぐってはスカーレットフィーバーと呼ばれる社会現象になるほどの大規模なオーディションが行われ、最終的にイギリスから来た新人、ビビアン・リーが大抜擢されたんだ。そして忘れてはいけないのが、映画史で最も有名と言われるラストシーンのセリフだ。スカーレットに必死に引き止められたレッドが、冷たく言い放つんだ。正直に言うと、俺の知ったことかと。この一言が、映画の伝説を不動のものにしたのさ。キャー、痺れる。最高のセリフね。だろ？クラーク・ゲーブルという俳優の魅力、そしてハリウッド黄金期のすべてが、この一本に詰まっている。まさにキングの代名詞と呼ぶにふさわしい、永遠不滅の傑作なんだぜ。総評、まとめ。いやー、こうして10作品を振り返ると、本当にすごいキャリアだったわね。戦争映画から西部劇、ロマンティックコメディまで、どんな役でも自分のものにしてしまうんだもの。ただの2枚目スターじゃない、キングと呼ばれる理由が、なんだかしっかりわかった気がするわ。ああ、その圧倒的な存在感はもちろん、第二次世界大戦では自ら志願して軍務に就くなど、その生き様そのものが伝説だったんだぜ。スクリーンの中でも外でも、彼はまさしく時代の象徴であり、多くの人々の憧れであり続けたんだ。本当に素敵な俳優さんだったのね。皆さんが思う、クラーク・ゲーブルの最高の傑作はどの作品でしたか？ぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。今日の解説が面白かったら、チャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいんだぜ。それじゃあ、また次の動画で会おうな。